すごいコーナーがあります。ここにトヨタの会長森蔵がいますね。それとこちらにあるこれトヨタ車、ダイハツ車、どういうことかというとこれです。軽トラ対決親子喧嘩っていうことで、もう軽トラックを盛り上げましょう、もっともっと、ね、人気を高めてこうなんか作ろうというバトルなんですよね。トヨタ vs ダイハツだっていうことで、最初ちょっとダイハツの方に来てください。こちらにいる方はダイハツの副社長の星川さんですね。星川さんの考えた車はこのスタークライマーハイ Z トラックジャンボ。これはベースは軽なんですが、もうすごいかっこいい。ここはオープンでロールケージがあって、前にランプとこのバンパーがついてること、色もド派手でなかなかすごい車両なんですよ。後ろもちょっと後ろを覗きたいと思います。ここにやっぱり見た目だけじゃなくて実用性もちゃんと取り組んだ道具、工具、ツールボックスなどがこのボックスの中にあることが、これはダイハツのスタークライマーと呼ばれるカスタムトラックなんですよ。なかなかかっこいいんじゃないですか。これ素晴らしいものです。ちょっとダイハツの担当もいるので呼んでみます。どうも1年ぶりですね。いつもありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしいトラックです。これダイハツが作った方のバトル用に、ちょっとこう簡単に今説明させていただいたんですが、ポイントは何かいろいろあると思うんですが、ぜひ聞かせてください。説明しますね。この車は仕事も遊びも楽しめるような軽トラにしたくて作ってます。まあトヨタもダイハツも同じなんですけども、そのダイハツの違いはこれ水の中にも入っていけるような。水の中に入っていけるような、車高を上げて、ちょっとウォータープルーフにしてるところが特徴です。なるほど。それによって災害救助支援みたいな、そういうのもできるような考えてます。なるほど。色もいいですよね、この色。何ゴールドですか？マジョーラですね。色が変わって見える。そういうなるほどね。グリーンからゴールドに見える。いいですね。で、これちょっと気になります。これクラウラーですよね。これ動くんですか？動きます。でこれドロンコのところだと、こういう滑車よりもクラウラーの方がやっぱりすごいですよね。すごいな。これはでこれも道具とかも入れられるように、これちゃんと災害救助で使ったものをこうやって入れられるようにしているっていう、そういう救助用のものですよね。レスキューですよね。なるほど。じゃあこれはダイハツが作った車があって、次はトヨタの会長が森蔵が作った車両があちらですよね。担当が違いますよね、トヨタの担当。じゃあその方ちょっと呼んでみたいと思うんですが、はいどうもこんにちは、よろしくお願いします。バトルについてぜひトヨタ側からの見方というか、このトラックの改造ポイントぜひ聞かせてください。まずですね、このトラックの改造ポイントとしては、子供の夢を大きくするようなラジコンをそのまま大きくしたような見た目になっております。で基本的には全部うちで手作りな感じなんですけども、バンパーだけを購入してそれ以外はあと全部手作りです。手作りの。でポイントその1を喋ってもいいですか？どうぞどうぞ。ポイントまずその1としては、マフラーですね。マフラーはサイドマフラー、サイド出しになってまして、森蔵会長の秋夫会長のマイカーの GR カローラから切って付けさせてもらいました。このマフラー、この型はそのものですか？いいですね。であと4人乗りになってて、前2人後ろ向きは2人。いいな。これですね。レーシングシートは森蔵レーシングシートが入ってる。オリジナルのオリジナルでかっけー。ライトバーもいいですよね。オフロードバリバリ。いいですね。あとはこれオフロー MT のタイヤですか？大きいタイヤで。大きいタイヤ。アメリカって感じ。大きい、もう車高上げて、そうですね。タイヤもサイズをアップして MT でごっついタイヤで、
ダンパーを見ていただきたいんですけど、これ86用のダンパーになってます。86用のダンパー？86用のダンパー。そうなんですか？はい、そうです。86用のを使わせていただいております。車高調ですよ。これも変えられるんですよね。多分すごい。フロントも、フロントもそう。で、窓とかドアはもうない。この状態で。これも全部作らせてもらって、ロールバーも全部うちで手作りですね。すごいよ、さすがに。トヨタは、いや、トヨタ、ダイハツ、どっちもすごいですよ。これは。このバトルのアイデア自体がなかなか面白いですよね。やっぱり同じ、もう関係はダイハツとはトヨタの子会社っていう。そうですね。子会社っていう関連会社ですよね。関連会社で。なので同じ会社の中で、それでその親子喧嘩っていうことの意味なのか。なるほど。ということは、トヨタ VS ダイハツ、このバトルのチャンピオンはどちらになりましたでしょうか？トヨタが勝ちました。トヨタ勝ちだったんですね。ありがとうございます。いや、おめでとうございます。どちらも素晴らしい考え方がすごくて、この開発チームと考えた人たちのエンジニアとデザイナーなどの考え方が素晴らしいと思います。ありがとうございます。楽しいし、子供たちにもっとこれなんていうのかな、軽自動車の楽しさ、ミニカーから来た RC カーから来た子供たちがこういうのを見て大きくなったらこういうのもありだなって思うんですよね。素晴らしいチャレンジバトルだと思います。見せてくれてありがとうございます。おめでとうございました。サムズアップですね、バトルに。素晴らしい方が来られましたよ。ダイハツ自動車の副社長の星川様です。はじめまして、よろしくお願いします。スティーブと言います。このバトルのアイデアが素晴らしいアイデアだと思いますね。勝負は負けちゃいましたけどね。いや、社員が元気になったのがすごく嬉しくて、もうみんな一生懸命作ったんで、本当に良かったなと思います。いや、すごいですよ。同じだってそのアイデア自体がどちらから来たんですか？もともとこういうのをちょっとやってみようっていうのは。やってみようというのは、私から森蔵さんに喧嘩ふっかけたんで親子喧嘩ですか？そうです、親子喧嘩親子喧嘩いいアイデアです。これバトルしながら、もちろん同じ会社と関連会社の中でもこれあることは、なんていうお客さんとして普通の、若い人と経営に興味のある人、これ見て、ますますなんていうの、経営に興味を持つ、もっと経営がここまではできるっていうアイデアを与えてくれてるのはすごいなと思いますよね。軽トラだからね。軽トラ。やっぱり国民に寄り添った国民車なので、ですね。それを題材にしたっていうのは良かったと思いますね。いいアイデアだと思いますよ。そしてその開発チームは、ダイハツ側はちょっと落ち込んでた部分はあったんですか、負けて。いやいや、勝負はね、二の次でですよね。楽しく対決できたのが本当に良かったと思います。見てもうすごい興奮しちゃいますよ。これ見て素晴らしいことと、あと星川様にお会いできて嬉しいですよ。ありがとうございます。これからダイハツをもっとアメリカにぜひ力入れていただきたいですね。軽トラ乗りたいと思います、アメリカで。軽トラは最近流行ってるらしい。流行ってますよ。私も持ってるんですけど、ダイハツじゃないんですけど許してください。でも乗ってるので、ぜひうちの車よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ダイハツのブースに来ました。もう去年もそうだったんだけど、すんごい盛り上がりましたよね。面白いことを考えるダイハツ社。正直に言います。アメリカ人として日本のブランド、トヨタ、日産、大きな自動車メーカーが超有名なんですが、ダイハツはあんまりアメリカでは知られてないんですが、日本大好きな俺から見ると、ダイハツがすんごい面白い会社なんですよ。特にこういうのができるということは、さらにもう興奮しちゃいます。デコトラですよ、デコトラ。現行モデルのハイゼットにもうデコトラ仕様にしたというこのイベントのために、さらにすんごい細かいことがいろいろあります。はい、本当にミニのデコトラっぽい、もうそっくりのものができたということなんですが、いろいろもう面白いことを考えた上でこれ作ったということですよね。まずこのハッピーを見てください。これも
ダイハツの歴史とか車のモデルの歴史、そして工場と本社のことへの尊敬、リスペクトがあるということです。ということは、ここにある池田、中津、1907年にもう119年目の会社なんですよ。多分海外では知られてないと思うんですが、池田っていうところで本社がある、中津に工場がある、ダイハツ名っていうところがこういう風にもう入れてるのは素敵ですよね。そしてこの行動を見てください。お客様に寄り添い、暮らしを豊かに。素敵なことですよね。いろいろ書いてあるのがね、本当にこのダンプを見ると大きなビッグホーンですよね。に上に D、ダイハツの D があること。そしてもっとすごいいいのは、もう現行モデルのトラックかもしれないんだけど、レトロ的な電飾をつけていること。今の LED よりもこういうレトロ系のものがついているのはすごいなと思います。さらにこのトラック見れば見るほど本当に細かくて、デコトラっていうところがすごい取り入れてます。こういうマーカーサイドマーカーライト、もちろん近いよ。そこにホイールのマーカーライト。それでもまだこれはダイハツの K のベースなので、全然 K より大きくしたとか K クラスじゃなくなったことではないです。その K の範囲ではできたものなんで、面白いのはこのトラックの面白いところはまださらにあります。ダンプですよね。PTO っていうシステム、パワーテイクオフ。このパワーテイクオフというのはこのダンプの部分ですよね。油圧は油圧なんですが、エンジンからそのパワーが来るということは、もっと力がある、もっと重いものを楽に上げられる、ダンプできるというシステムなんですよ。素晴らしいな。本当にいろいろ考えて、小さいからってこれできない、できる、できないとかじゃなくて、ちっちゃいからこそもうダイハツがいろいろ考えて、このトラックに取り入れる技術がすごいと思います。さらにもうデコトラ、大きなダンプを考えると、ここに形があることがよく想像できるんだけど、これのそのイメージでこれができたことと、そして英語のね文字がデコトラには人気なので、ここに書いてあるのはダイハツエモい、ダイハツエモいし超おもろいっていうことがまた面白いんです。で DECO デコトラのデコのことなんですよね。すんごい考えてできた車なんですよね。うわー。でまたデコトラ仕様にすると、やっぱりこういう横のカバーとかがあるから、もともとバッテリーはこの辺にあるものをわざわざ後ろの方のこのボックス、この中に入れたと。そうするとこういうデザイン、こういう風にできること、これはまたいいんですよね。なかなか積めるイケイケダイハツ車、これはこの三輪車、これミゼットですよね。1940年代前後のイメージで池田城が映っているこれのイメージがかっこいいですよね。そしてこれね、子供たちとみんなにアピールできるように展示されている車両として、ハンドルの方を今度これを投げると、はい、電気がつきます。ああいう風に面白いよね。よく考え、もう日本人じゃないとこれもうダイハツもうすごいよね。考え方が歴史をリスペクトしながら、昔のことをリスペクト、日本独自の文化をリスペクトしながら、今現行モデルにここは本当に細かいですよ。ラメ塗装までこうしたということと、そして後ろのバンパーのライト、よくあるデコトラにあるようにたくさんこの丸いランプがついてること、ダイハツ名ナンバーになってること、すごいよ。ここにもこのイメージ、ハイゼットトラックの1907っていうのは
1907年に創立されたということをイメージにしていることがすごいなと思います。このトラック大好きです。今のところ本当にもう大阪オートメッセの中で一番気に入った、一番いいな、アメリカでこれ走らせることできたらすげえなというのはこのトラックなんですよ。で、ニノさん、中を覗きたいと思います。失礼します。いやー、もうミニデコトラですよね、完全に。というのはデコトラに必ずある定番はシャンデリア、これのミニ版ですよね。そしてこの後ろにあるナイアガラ、これはねやっぱり普通のトラックだともっと長いんだけどわざと短く作られたことがすごい。そしてこのハッピーと同じデザインで昔からのハイゼットのイメージがいっぱいあること、そして池田と中津の菊の花と、この、ものが書いてるのはすごいなと思います。もうデコトラで言えば水中化ですよね。これはいいな、マニュアルミッションであること、水中化であること、もうペダル3つがあるマニュアル車ですよね。素晴らしいトラックですよ。で、もちろんここにビッグホーン用のものが鳴らしてダメなのかな。いかない、残念、バッテリーがあれかもしれない。ってアメリカだったらなんだけど、このタッスルはすごい日本的なスタイルなんで、すごいなこれは。ニノさん、やっぱりこれ1台アメリカに持ってきたいんですよ。でもこの1台しかないということです。このイベントのために作られたものなので、これはすごいよ。ダイハツは119年の歴史のあることがすごいことだと思います。もっともっとアメリカでね頑張っていただければ、これ1台をも買って同じデコトラ仕様にしたいなっていうのは本当の気持ちなんですよね。すごいよ。もうダイハツのデコダンプ、軽デコダンプに2サムズアップですよ。日本製メイドインジャパンフロントグラスのフィルムなんですよね。アストンマーティンのバルクリーの AMR プロ、こういう車はやっぱりものすごいかっこいいワイド感のあるおしゃれな車が多いなと思って気になってプロボックススタイルのブースに来ました。